こんにちは、敬愛です。ミツバチにその給仕は危険です。今回は、ミツバチを育てている方、ミツバチに自作の液糖を給仕されている方、そして養蜂初心者の方に向けてお送りします。見た目はほとんど同じ2つのシロップ、右はうっすら黄ばみ、左は透明。実はこの黄ばみ、HMF という副産物が増えたサインです。クエン酸を入れて煮沸して作る自作の添加糖液糖、便利に見えてミツバチには危険になることがあります。今回は生物科学マスターの私敬愛が自作の添加糖液糖には問題があることを詳しく説明し、ではどうすればよいのかをご提案します。まずは糖についての基礎知識のおさらいです。不要な方は次のチャプターまで飛ばしてくださいね。糖には様々な種類がありますが、ここで押さえておきたいのは初糖、ブドウ糖、果糖の3つです。初糖はいわゆるお砂糖ですね。白砂糖やグラニュー糖です。初糖は2糖類の一つで、ブドウ糖と果糖がくっついた化学構造をしています。ブドウ糖は単糖類の一つです。人体の主要エネルギー源です。体の血糖値を測るときにはブドウ糖を測定しますね。果糖も単糖類の一つで、多くの果物に含まれるので果糖と呼ばれます。果糖は水によく溶けるので、果糖が多く含まれる水溶液は結晶化しづらいという特徴があります。さて、蜂蜜は果糖とブドウ糖を多く含んでいて、初糖はほとんど含みません。一方、花の蜜は初糖を含むものが多いです。では、花の蜜と蜂蜜では含まれる糖類が異なるのはなぜでしょうか。実は、ミツバチは集めた花の蜜から蜂蜜を作る際に、初糖をブドウ糖と果糖に分解するからなんです。この分解にはミツバチが体内で作るインベルターゼという酵素が使われます。これは人間の消化でも同じですね。さて、インベルターゼ酵素を使わなくても初糖水溶液を酸と共に加熱することで初糖を果糖とブドウ糖に分解することができます。このようにして作った果糖とブドウ糖を含む液糖を添加糖液糖と呼びます。歴史的に糖度は非線高度を測定することで見積もっていたのですが、初糖を分解すると分子構造の関係で線高度が反転するのが添加という言葉が使われるようになった理由です。ちなみに皆さんは果糖ブドウ糖液糖という言葉を目にしたことはないでしょうか。そうです。清涼飲料水のラベルに記載されていることがありますね。これも果糖とブドウ糖を含む液糖ですが、でんぷんを原料にして製造されるところが異なります。さて、ミツバチへの給仕ですが、商業的に飼育されている西洋ミツバチに対して安全な添加糖液糖を与えることが特にヨーロッパなどの海外では行われているようです。また、趣味のミツバチ飼育ですが、初糖水溶液を少量のクエン酸と一緒に加熱することで自作した添加糖液糖をミツバチに与えることがネット上などで紹介されています。添加糖液糖は蜂蜜に成分が似ているので、ミツバチに負担が少ないだろうという理由だと思います。また、果糖が含まれると結晶化しづらいので使いやすいという利点もあります。私もこういった情報を参考にして添加糖液糖を自作して調子の悪い群れに給仕していました。ところが添加糖液糖を給仕してもどうも群れの調子が良くならないことが多かったです。時には給仕をすることでミツバチが死んでいることもあったので、給仕で群れの調子を上げるのは簡単ではない印象を持っていました。そこで今回いろいろと調べたところ、クエン酸などの酸を入れて煮沸して作る添加糖液糖には HMF というミツバチに悪影響のある化学物質も同時に作られるリスクが高いことが分かり、皆さんにも知っていただきたいと急遽動画を作成しました。実はクエン酸などの酸触媒と一緒に熱することで初糖を分解して添加糖液糖を作成する際には、目的の初糖の分解だけでなく副産物として5ヒドロキシメチルフルフラール、略称 HMF が生成されます。詳しくお話しします。クエン酸のような弱酸触媒存在下で熱が加わると初糖が分解してブドウ糖と果糖に分かれます。ここからが問題で、果糖から3段階の脱水反応によって5ヒドロキシメチルフルフラール、略称 HMF も生成されるのです。なお、同時にカラメル色素などの褐色のポリマーもできるため、作った添加糖液糖は少し黄ばんで琥珀色になることがあります。 HMF 自体は無色ですが、黄色がついたイコール反応が進んだイコール HMF 生成が進んだサインと捉えることができます。調べたところ、経験則ではありますが、ほんのり黄ばみが見えた時点で30から 60ppm 程度の HMF、 薄い琥珀色なら60から 100ppm 以上の HMF が生成している可能性があるとのことです。さらにクエン酸の量や加熱時間によっては
200ppm を超える HMF が生成されるという報告も複数あります。ここで重要な点は、琥珀色は単なる目安であることです。自作した添加糖液糖の HMF 濃度を都度測定することは個人では難しいので、高濃度の HMF が生成されてもそれを知る術がないのです。では HMF を含む液糖をミツバチに与えると一体何が起きるのでしょうか。調べたところ驚きの情報が得られました。短期およそ 2,3 週間のスパンでは 150ppm 前後で半数死亡したという1975年の古典的試験があります。また 250ppm あたりまで上がると平均寿命が大きく短縮し、中腸の上皮が傷んで下痢、催事量が落ちるといった変化も見られるとの2020年の論文があります。一方、長期90日から越冬のスパンでは40から 50ppm 程度でも日々の微量摂取が積み上がって群れの勢いがじわじわ落ちると評価されています。越冬期に給仕をしても弱っていく群れは添加糖液糖の HMF が隠れた原因というケースが想定されます。このようなことから、例えばアメリカの養蜂業界の実務ガイドでは給仕する場合の HMF 濃度は 30ppm 以下とすることが推奨されています。これらは西洋ミツバチについての話ですが、日本ミツバチにも同様の悪影響があるだろうと考えるのが自然です。なお ppm というのは少量のものが含まれる際によく使われる単位で 1ppm イコール 1mg/kg です。わかりやすく換算すると1トン、すなわち 1000kg の中にたった 1g だけ入っているのが 1ppm になりますので、少ない量でも影響があることがわかるかと思います。さて、もう一つのリスクとして高濃度の HMF を含む添加糖液糖をミツバチに給仕し、作られた蜂蜜を採蜜すると当然蜂蜜に HMF が含まれてしまうという点があります。私自身は給仕した糖類が収穫する蜂蜜に混ざるのは嫌なので、給仕の時期を調整して混入を避けたいと思っています。つまり夏の蜜枯れ時期に給仕した場合は秋の採蜜は行わないようにしたり、また秋や冬に給仕した場合は春の分蜂時期で貯蜜を使い切った後に溜まった蜂蜜を採蜜するということです。なお蜂蜜中に含まれても許容される HMF 量には基準があります。国際食品規格やヨーロッパの基準では特別な蜂蜜を除き HMF は 40ppm 未満が基準となっています。日本では全国蜂蜜構成取引協議会により 50ppm または 59ppm 以下が基準となっています。仮に 100ppm の HMF を含む添加糖液糖を給仕してミツバチが集めてきた花の蜜と1対1の割合で蜂蜜作りに利用されたと仮定すると、蜂蜜製造時に水分が飛ばされるので HMF が基準の 50ppm を超えることが想定されます。なおここまでの話で心配になった方もいらっしゃるかもしれませんが、 HMF はコーヒーなどにも含まれていますし、 HMF 自体が人体に悪影響があるという報告は見つけられませんでしたのでご安心ください。これらのことから3触媒を使って自作した添加糖液糖のミツバチへの給仕はおすすめできません。では本題の安全な給仕は何を使えばいいのでしょうか。最初に低 HMF 添加糖液糖が入手できないか検討しました。ヨーロッパではインベルターゼを使用して製造した低 HMF 添加糖液糖が販売されているようです。しかし残念ながら日本国内では低 HMF 添加糖液糖の販売は見つけることができませんでした。もしかしたらミツバチ専門店で入手できるかもしれませんが、またインベルターゼが入手できれば低 HMF の添加糖液糖を自作できる可能性がありますが、インベルターゼの入手も個人では少しハードルが高いようです。次に食品用の加糖ブドウ糖液糖を検討しました。こちらは国内でも入手できる可能性はあるようですが、量が1ト缶になるようですので趣味のミツバチ飼育には多すぎます。また低 HMF 濃度が保証されているかも不明です。さらに蜂蜜を与えることも検討しました。実は貯蜜が足りなくて数が減り出した越冬群に国産の蜂蜜を2月に与えたところ、見事に蜂の数が復活した経験があります。養蜂を始めた最初の年の成功体験です。一方、とある外国産の安い蜂蜜を給仕したらミツバチが大量に死んだこともあります。冬場に国産の蜂蜜を使用することは効果的に思いますが、国産の蜂蜜は高価ですからちょっとコスパが合いません。趣味の養蜂での現実的な選択肢としては初冬水溶液になるというのが今回の結論です。そうです、単なる砂糖水です。ミツバチはインベルターゼで初冬を分解できるので、初冬でも給仕の目的を満たせるという考えです。初冬水溶液は市販の白砂糖を使って簡単に作れます。砂糖と水の比率は
夏場は砂糖 1kg お湯1リットル、秋は砂糖 2kg お湯1リットルが良いかと思います。ミツバチの指向性を上げるために蜂蜜を少しだけ混ぜるのも良いかと思います。例えば1リットルの水を夜間で60度から70度くらいに温め、そこに 1kg の白砂糖を投入してよく混ぜることで作れます。ここでのポイントは3つです。70度以下で溶かす、沸騰させない、できるだけ早く使い切って発酵や結晶化を避けるの3つです。これなら HMF はほとんど生成されないと思います。ここからは1年の中でいつどんな目的で給仕することが多いのかを考察します。まず、人工的な糖が蜂蜜に混ざることは避けたいなどの理由で液糖の給仕は一切行わない方もいらっしゃるかと思います。それはそれでありだと思います。一方、群れを維持して蜂蜜を収穫するために適切なタイミングで給仕するという考えもありだと思います。私としては花の蜜が少なくなる成果に液糖を給仕して群れの消滅を防いだり、秋に液糖を給仕して十分冬を越せる量の蜂蜜が巣にたまるようにしたいと考えています。給仕方法としては前回の動画でもお話ししましたが、巣箱の内部、できれば巣の子の上に給仕器を夕方に設置し、朝には回収するのが良いと思います。これは液糖の匂いに誘われて他の群れやアリがやってくるのを避けるためです。なお、冬の給仕には初糖水溶液は適していないとされています。寒くて水分が蒸発しづらいため、ミツバチが有効利用できないからです。初糖をそのまま与えたり、少量の水で練ったり、キャンディー状に加工するという方法があるようですので、必要な時には試してみたいと思います。今回の動画の内容を3つにまとめます。1点目、初糖プラスクエン酸プラス煮沸で自作した液糖は HMF という物質もできます。高濃度の HMF の短期影響は致死、長期影響は群れの勢いダウンです。2点目、趣味のミツバチで現実的な給仕は初糖水溶液、すなわち砂糖水です。3点目、夏の蜜源不足へ秋の越冬準備の給仕は夕方からの内部給仕で翌朝には空にする。 HMF が含まれるものは給仕しない。今回の動画は以上です。今回の動画が参考になった方はチャンネル登録や高評価をお願いします。また皆さんの給仕方法の工夫をコメント欄で共有いただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。